な問題を裁判で争っている人がテレビに出てきた時に純粋に笑えるかっていう問題なんですよ。ぶっちゃけて言うと5年後仮に松本さんが戻っていたとしても多分もう稼げないです。松本人志がついに出たねとあいないな感じでやってないと言わないのは黒に近いと思う。ひろゆきの意見は一応そのなんか断固裁判で戦うというのでやってないのではないかという気もするのですが、ただ仮に法に触れるものをやっていたとしてその証拠を出すのってかなり難しいと思うんですよね。なので結構裁判になった時に証拠がない同士証言で争わなきゃいけないので、8年前に何かありましたっていう証拠って物理的に難しいじゃないですか。体液が残ってますみたいな話でもないと思うので、そうするとその場にいた人っていうのが何を喋るのかで大体決まると思うんですよね。その場にいた人っていうのが放送作家がいましたとか松本人志さんと仲のいいタレントがいましたってなると多分証言は松本人志さんよりの証言になってくると思うんですよ。で女性側で A 子さん B 子さんっていうのがいたと思うんですけど、ぶっちゃけ A 子さん B 子さんって多分お金つかませたら証言変わる可能性があるんですよね。そもそもの被害を受けたっていうのであれば8年前に言ってたと思うんですよ。MeToo みたいなのが始まって文春が垂れ込むとお金くれるぞみたいな状況というのが今生まれてるので、なのでじゃあ仮に証言翻してくれたら1000万円やるよって言ったら多分大抵の人は1000万円に転ぶと思うんですよ。っていうのでいくとかなり難しい気はするんですよね。正義のために1000万円をもらわないで証言しますって言ってで文春は勝つかもしれないんだけど結果として証言した A 子さん B 子さんは別になんか文春からボーナス10万円ぐらいもらえるのかもしれないですけどその程度じゃないですか。なのでなんかここは多分その証言はかなり難しいんじゃないかな。証言だけで文春が勝つのは難しいんじゃないかなと思うので何らかしらの物的証拠が出れば面白いなと思うんですけどどうなんですかね。8年前だと LINE とかもそこまで普及してないからあんまりプライベートのやり取りとか残ってない気がするんですよね。まっちゃんは安倍派の問題がやばからでしょ。いやー多分ねそれもね若干ある気がするんですよね。結構ね政治家がなんかやらかした時に芸能人の大きな事件が被ることって結構あったりするんですよ。なので一概にそのまっちゃんの事件っていうのがたまたまというより何らかしらの政治的な動きっていうのもなきにしもあらずというスピードワゴン小沢さんが文春報道否定&活動継続を正式に発表しました。でも文春が敗北を認める今までより普通にお仕事しにくくなっちゃうんでしょうか。週刊誌側の一旦もん勝ちの流れに疑問を感じています。どうなんすかね。小川さんも一生貯金だけで食えるほどの額はないと思うので仕事をせざるを得ないよねっていう現実的な問題とハンバーグ師匠だったりって相方もいるから辞めるって言えないよねっていう問題もあるんですけど松本人志さんが裁判終わるまで仕事しないっていうのってある種の正当性があると思っていて要するにその性的な問題を裁判で争っている人がテレビに出てきた時に純粋に笑えるかっていう問題なんですよ。松本さんはしてないという立場です。吉本興業にしてないという立場です。なので仮に本当に性的なことが全くなかったとしますと。でも裁判の結果が出るまでやっぱり地裁で争って高裁で争って最高裁で争って相手が反訴してとかでやっぱり 4,5 年かかる可能性があるんですよ。でその間真実は確定してないんですよ。なので真実が確定してないよねという状態で強制わいせつみたいなことをしたかもしれないよねとか性的な嫌がらせをしたかもしれないよねっていう人がテレビに出て女子中学生とかが指さして笑えるかっていう話なんですよ。水曜日のダウンタウンとかで子供が見ても面白いようなネタとかやってるわけじゃないですか。ごっつええ感じで名盤でもいいんですけどでそれが性的な問題に関して裁判をやってる人が喋ってるというのでやっぱり子供が見て笑えるかっていうと結構難しいと思うんですよ。なので裁判の結果が出るまで松本さんが出ないっていうのはそれはそれである種正しいと思うんですよ。ただそれができるのは松本さんぐらい稼いでるからできるんですよ。本当に自分が無実で無罪でそんなことしてないとしても結果が出るまでテレビに出ませんよって言えるだけの経済力がある人しかそのセリフは吐けないしそれは実行できないんですよ。なので正しいとは思うんだけどただそれを他の人まで要求してしまうとやっぱ週刊誌が何か書いちゃいましたで結果としてそれがデマでしたってなった時にやっぱそのテレビの仕事全部売っちゃって
生活できないよねっていう人が普通じゃないですか。なのでその前例を松本さんが作っちゃうのはいかがなものかとは思うのですが、でも松本さんがそう行動するのは確かに正しいよねっていうのもあったりするので、仮にね松本さんが正しかったとしたら、なのでねこの問題はねどれが正解誰が正解って言えないんですよ。でぶっちゃけて言うと5年後仮に松本さんが戻っていたとしても多分もう稼げないです。要はいない人なんですよ。5年後戻ってきたとしていきなり冠番組に任せられるかっていうと任せられないんですよ。5年間テレビの最前線の現場から離れてたらリアクションがちゃんとできるのかとか、出てる人も変わるんですよ。例えば今田耕司さんとか東野幸治さんとか、やっぱり松本さんのお付き的な盛り上げ方をする人たちっていうのも今はいるじゃないですか。でも5年間経ったら彼らは松本さんから完全に独立した形で番組を回していて、もう松本さんのお追奨とかやる必要ないよねってなっちゃうんですよ。でじゃあ松本人志ですって言った時に、じゃあ他の5年間全然関わってない人がいきなり関わってテレビの前で面白い空気感作れるかっていうと、やっぱりちょっと難しいと思うんですよね。なのでゲストとしては出したいっていう番組は全然あると思うんですけど、冠番組で MC 任せられるかっていうとやっぱおっかたびっくりになると思うんですよ。で絡む芸人もそこまで自由に絡んで大丈夫なのとか、いきなり話を振って面白いリアクションこの人返してくれるのっていうのがやっぱり難しいのと、あと20代の若者は松本人志を知らないっていう層が出てきちゃうんですよ。今15歳の人であんまりテレビ見てないっていう人でいくと M1 で出てくる坊主のおっさんぐらいの認識なんですよ。で M1 で出てくる坊主のおっさんがいませんでした。で大人になりました、5年後帰ってきましたって言ってもこの差誰ってなっちゃうんですよ。なのでそういうなので5年間出ないって本当にでかいんですよ。極楽とんぼの山本さんが結果戻ってくるの10年かかったんだっけ。でやっぱり極楽とんぼの山本さんってテレビ出れるはずなんですけど、やっぱりテレビ番組のオファーないじゃないですか。結果として YouTube がメインの場所になっちゃうんですよ。それは知らないから。この坊主のデブのおっさん誰ってなっちゃうんですよ。10年前の極楽とんぼの山本さんはめちゃくちゃ面白かったんですけど、でもそんなの知らないじゃないですか今の人。なんでね5年ってね結構長いんですよ。なので近海五島の宮なんとかさんももうテレビ出ない時間が長いので、なのでもうテレビからもうこの人いなくてもテレビって回るよねってなっちゃってるので、やっぱ油谷さんと同じようになかなか難しいんじゃないかなと思いますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。